こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は家事に収納、手帳などで使う機会が多いマスキングテープのマステカッターを4つほど比較紹介していきます。マスキングテープは本来塗装などで塗りたい箇所以外を汚さないようにマスキングするのが目的ですが、現在は家事に手帳にとちょこちょこ日常でも使いますよね。私は都度マステを手で切ったりとか、あとハサミを切って使うことが多かったんですが、なんかの表紙にマステカッターを使い始めて、なんでこんな便利なものを今まで買わなかったのかと結構本気で後悔したので、ぜひ皆さんはこの動画をきっかけに、もし使ってない人いたらご使用ご検討ください。まずはこちらのカルカットクリップタイプ10から 15mm 用国用から出ています。1個440円です。私が初めて使ったマステカッターです。本体の刃が少し奥まったところについていて、比較的安全に使えます。2本指で軽くクリップを開閉できて、いろいろなマスキングテープに簡単に付け替えができるので、たくさんのマステを代わる代わる使う方に特におすすめです。すごく軽い力でさっとカットできるので、名前はカルカット。切り口は細かいギザギザのタイプになっています。もっと長くテープを出して切りたいときは、クリップを簡単にスライドするので、スライドしながら引き出していきます。昔似たような商品を100均で買って使ったことがあるんですが、こちらの国用さんの方がクリップのパーツが可動式でマステの形にフィットしてすごく使いやすかったのを覚えてます。対応するマステの幅は10から 15mm ということですが、内径がそもそも 30mm 未満だと難しいです。カルカットがカーブにフィットせずグラグラしちゃっていて、カットできないことはないんですけど、ちょっと使いにくいかなという印象。またテープ幅も 15mm 以上だともちろん刃が足りないので、その場合は20から 25mm 用の幅のやつも出てるので、そちらの購入検討ください。16から19mm のマステは対応がないんですが、そもそもそういうマステの展開が少ないのか、ちょっとよくわからず謎の空白があります。よくあるマスキングテープはだいたい 15mm 幅なので、そちらの対応があればたくさんいろんなシーンで活躍すると思います。次に紹介するのはこちら、スガイワールドのアニマルハグというマステカッターです。こちらは特殊な紙でできたアイテムなんですが、刃の部分も同じくその特殊紙でできていて、お尻のキャラクターのお尻の部分でカットしてくれます。切り口は大きめのギザギザ。紙だけど結構しっかりカットすることができます。動物の手足に切れ込みがあって、それをかますことでマスキングテープをホールドしてくっつく仕様になっていて、あと特殊紙ということですが、手触りは想像する紙ではなくてプラスチックというかパンの袋留めみたいな感じ。硬いので折り目をつけることはできませんが、緩やかにカーブしてマステ本体にフィットさせることができます。すべてをこの特殊紙で作っているので、わずか数グラムととっても軽いのが特徴です。マスキングテープ標準サイズの 15mm 幅 10m 巻き専用ですが、一応違う幅のものでもどんな感じか試してみます。気のせいかハムちゃんの顔が嫌がってるような気もしますね。気のせいかな。結果としてはカッター部分よりマステの幅の方が広いので、切り口が最後斜めになっちゃいました。でも切れないことはないかなという感じ。そしてテープを切った後にハムちゃんをスライドさせて、再度テープを必要な長さ引き出そうとしたんですが、めっちゃ滑りが悪い。説明書通り 15mm 幅に使うのが正解です。一応答えは出ちゃってるんですけど、一応細いタイプも試しておきましょう。こちらも切れないことはないけど、ハムちゃん自体が不安定で扱いにくかったです。使えるマステは 15mm 幅の 10m 巻きと限られてはいますが、480円で2枚入り、刃で怪我する心配もなく、そしてとっても軽いので、お子さんの工作とか使うマステが多く常にカッターの付け替えが大変な人にはぴったりのアイテムなんじゃないかなと思います。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次は私の動画の常連です。緑からクイックテープカッター。3月に値上げがありまして、現在1496円。こんな感じで片手でテープを引き出せるアイテムで、切り口は細かいギザギザになっています。最初に紹介したカルカットに比べるとテープ交換に手間がかかるので、一つのマステを最後まで使う前提の芯におすすめのマスキングテープカッターになっています。
ちなみに交換方法はこちら、本体をスライドして開けたら、マスキングテープをね、少しだけ引き出して、で、本体のテープを送り出す黒い部分に先端を貼り付ければ完了。このね、テープを引き出す作業が、まあね、時間かかる。特に爪を整えた後とかは、全然テープをこう、引っ掛けないというか、引き出せなくて。なので、このテープカッターは、一回セットしてしまえば、その後は本体のレバーを引くだけで簡単にね、テープを引き出せるのがいいポイント。そして刃の部分もね、奥にセットされていて、手で触れにくいので、私はね、手を切ったことはありません。対応するマステ幅は6から15ミリ、内径は25から53とね、今までの中では一番対応幅がありそう。ちなみに対象外のテープはこんな感じで、本体にそもそも入らないので、無理に使うことはできません。テープはね、1回引くと2センチメートルほど出てきます。袋留めに使うときは2、3回さっさとレバーを引いて、そしてピッと切って使えるので便利です。最後の一つはこちら、日版プッシュカット1320円。紹介するたびにね、懐かしいとコメントをいただく、多分昔ながらのね、定番アイテム。基本的に日版専用のマステまたは両面テープと一緒に使うことを、メーカーさんはね、想定している商品なので、中のマスキングテープをお手持ちのもので使うのは、ちょっと自己責任の範囲となります。先ほど紹介したクイックテープカッターのようにレバーを引くとテープが 1.2 センチほどさっきより短いですけど出てきて、もう一つついてるパーツを押し込むことでこちらはカットまでできます。切れ口はね綺麗にまっすぐ切れます。刃もね出てないので安全です。 1.2 センチメートルずつだと長く出したいときはこんな感じで手でピーッと引っ張ってあげれば OK。クイックテープカッター同様に他のマステをねセットするときはちょっとね手がこんな感じでかかっちゃうので、基本的には最後まで使い切るようなシーン、手帳などのデコレーションとかではなくて収納のねラベル用だったり仮留め用 DIY とか手芸の時に活躍するんじゃないかなと思います。こちらは最初にね伝えた通りメーカーサイトには他の対応マステの記載がなくてですね、同じメーカーから出てるリフィルが販売されておりますが、一般的なね15ミリ幅の10メートル巻きのマステは私は自己責任でちょっと試して問題なく使用ができました。ただね毎回使い始めのタイミングでちょっと詰まりやすかったりするのでそれはご注意ください。でクイックテープカッター同様に 15mm 幅以上のものはそもそもねケースに入らないので使用できなかったです。というわけで4つのマステカッターを紹介しました。マステって手でもね切れるのでカッター使っていない方もね多いんじゃないかなと思うんですけども、ラッピングやラベルをね作るとき使うときに切り口が汚いとか1回で何カットもするから指とか爪が疲れるっていう方は簡単にね取り付けて、あと想像以上に軽くカットできるのでぜひ使ってみてほしいです。またテープのね端っこを爪でカリカリ探し出して引き出すのって結構地味に面倒いポイントかなと思うので、片手でね自動でテープを引き出すことができるこのテープカッターのね便利さっていうのを味わってみてほしいなと思います。前半2つは当店での取り扱いがないので概要欄のリンクとかね商品名を参考に調べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。不便になれると便利なものを見てもこれいいかもみたいなね反応に僕なっちゃうんですけど、一度便利になると戻れないのがね不思議だなといつも思います。またね。